象という字はとても不思議です。例えば馬だったら驚くとかかけるとか駅とか、馬という動物そのものをイメージさせるのに比べて、象は希少とか抽象的とか想像とか、象という動物そのものとはあんまり関係ない意味で使われますよね。それは馬は時代を通して実用的で身近な動物だったのに対して、象はだんだんいなくなって身近な動物ではなくなっていったということと関係しています。今回は黄河文明発祥のうちに象が住んでいたという話を紹介します。中国北部黄河流域は寒くて乾燥しているというイメージがあります。象がいるような場所にはとても見えません。でも黄河流域の各地から象の化石が見つかっていて、かつて温暖な気候で象の住める環境だったということに関しては、象の骨の発見や堆積物、古代気候など様々な分野の研究から明らかになっています。それはマンモスみたいな寒いところにいる象ではなくて、アジアゾウの一種、その行動範囲の北限が中国北部にまで広がっていたと言います。それは遠い大昔、恐竜がいたような時代のことではなく、文明が発祥した時代のこと。象の骨が発見される場所の中でも、最も多く、発見される場所が河南省黄河の中下流域に位置します。ここは歴代の王朝の都が集中するエリア、中国の歴史ドラマや小説でよく聞く中原と呼ばれるところです。河南省で発見された象の骨の多くは今からおよそ3000年前、陰陽朝から周王朝の時代のものだと言います。陰陽朝というのはどこと戦争するかを占いで決めたり、その度に動物だけでなくて人間も犠牲として捧げる儀礼のあったことで知られています。この象も人間や他の動物と同じように犠牲として捧げられていたものだと考えられています。占いというのは亀の甲羅や牛の骨に文字を書いて火で炙って、その割れ方で神の意志を判断するという方法で行われました。そんな占いに使われた甲骨文字が現在私たちが使っている漢字の原型になったと言います。象という文字は王様が占いの中で象を飼ったり犠牲を捧げるのは吉か凶かというような占いの記録の中に登場します。ところが戦国時代の書物漢筆史には、人は生きた象を見ることは少ないが象の骨は手に入ると書かれています。生きた象を見ないということは、つまりこの頃には象はもうめったに見られない動物になっていたということです。でも実際象はなぜ消えてしまったんでしょうか。それは紀元前2200年頃に起こった世界的な気候変動から始まっていました。モンスーンが弱まり、降水量が減少、干ばつが増えるようになり、黄河流域の自然環境が変化し始めた時代でした。強い王権が誕生するようになったのもまさにその時代からでした。でもそれでもまだ象は黄河流域に暮らしていました。その頃はまだ象が生活できる森が残っていました。象の住める森が大きく減少していった。その始まりが陰陽朝です。象は犠牲として乱獲されただけではなくて、その住む場所も奪われていったのです。当時黄河流域では一般の人々は地面に穴を掘って住んでいました。木材をふんだんに使って贅沢な宮殿を建てていたのは王族たち。でも木が大量に伐採された理由はそれだけではありません。陰陽朝の重要な国家事業の一つ、青銅器の製造がありました。青銅器はメソポタミアでもエジプトでも作られましたが、巨大さを追求したという点で陰陽朝に並ぶ文明はありません。中には1トン近い重さの巨大な青銅器も存在しています。なのでその頃、銅を溶かす燃料として何が使われていたと思いますか？青銅を鋳造するには1000度以上の高温を維持する必要があります。その燃料として使われていたのが木材でした。研究者の推定では、青銅1キロを作るのに数十キロの木材、大型の青銅器では数トンもの木材が燃やされたといいます。青銅器文明の発展は同時に大規模な森林破壊でもありました。他にも農地への転用や人口の増加など、
何千年にもわたる伐採が積み重なり、現在の姿になったわけです。その結果、3年に2度決壊し、100年に1度流れを変えると言われるほどの世界有数の暴れ川として知られるようになります。今こうしてかつて緑に覆われていて、そこに暮らしていた象の姿を思い浮かべてみると、文明の発展とは一体何なんだろうと考えさせられるものがあります。日本でも弥生時代に青銅器は伝わってきました。でもその頃は人口も少なく、中国のように国家規模で大量生産されるということはありませんでした。それに日本は産地が多くて大陸のように広大な平原がないというのも森林が守られた理由の一つです。でも江戸時代には森林危機があったそうですが、植林と森林管切りによって回復することができました。その結果、日本は比較的多くの森林を残す国として続いてきました。でも現在はこれからはどうなっていくのでしょうか。今回のお話が何かのヒントになればと思います。ここ何回か青銅器文明について取り上げてきたのですが、陰陽町時代の青銅器には象の形をしたものが多いことが気になったのが今回の話のきっかけでした。陰陽町はなぜ巨大な青銅器を製造しなければならなかったのか、過去の動画で詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧いただくとより立体的に見えてくるのではないかと思います。このチャンネルではこのような文明と文明の間にあるつながりをテーマに歴史を見直していきます。ぜひ隙間と隙間をたどるような古代の旅を一緒に続けていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。